こんにちは。ゼロから宅建士第17回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は代理について学びました。今回のテーマは時効です。時間の経過で権利が動く仕組みを学びます。取得時効と消滅時効を整理します。完成猶予や更新、それに援用も扱います。まず、今日の全体像を確認します。はじめに2種類の時効を学びます。取得時効と消滅時効です。次に完成猶予と更新を学びます。時効の進み方に関わる大切な論点です。最後に援用と放棄を整理します。時効の効力を実際に受けるための話です。はじめに時効とは何かを確認します。時効とは時間の経過で権利が変わる制度です。大きく分けて2つの種類があります。1つは権利を得る取得時効です。もう1つは権利が消える消滅時効です。なぜこんな制度があるのでしょうか。長く続いた事実状態を尊重するためです。また、古い証拠は集めにくいからです。権利の上に眠るものは保護されないとも言われます。2つの時効を表で比べてみます。取得時効は占有を続けて権利を得る制度です。他人の土地でも長く占有すれば得られます。消滅時効は権利を使わないと消える制度です。お金を貸しても長く放っておくと消えます。どちらも一定の期間が過ぎることが必要です。時効の効力は起算日に遡って生じます。はじめからその状態だったものと扱われます。まず、取得時効を詳しく見ます。所有権を得るにはいくつか要件があります。一つ目は、所有の意思を持った占有です。自分のものとするつもりで占有します。他人のものと認めた占有では要件を満たしません。二つ目は、平穏かつ公然の占有です。穏やかで隠していない占有です。占有を始めたとき善意無過失なら10年です。自分のものと信じ、過失もない場合です。そうでなければ20年で取得できます。取得時効には大切なポイントがあります。善意無過失かは占有の開始時で判断します。始めた時に信じていたかどうかです。途中で他人のものと気づいても10年のままです。期間の判定が後から変わることはありません。また、占有は引き継ぐことができます。前の占有者の期間を合わせて主張できます。自分の占有だけで足りないとき、便利です。ただし、前の占有の悪意なども引き継ぎます。次に、消滅事項を見ていきます。中心となるのは、債権の消滅事項です。債権には2つの期間があります。権利を行使できると知ったときから5年です。または、権利を行使できるときから10年です。このうち早く来た方で時効が完成します。債権以外の財産権は20年で消滅します。なお、所有権は消滅時効にかかりません。使わなくても所有権が消えることはありません。消滅時効はいつから数え始めるのでしょう。客観的な起算点は権利を行使できるときです。権利を使えるようになって初めて進みます。支払い期限があれば、その期限が来た時からです。期限が来るまでは時効は進みません。条件付きの権利は条件が叶った時からです。まだ使えない権利は時効も進まないわけです。ご起算点を正しくつかむことが大切になります。ここからは完成猶予と更新を学びます。時効の進み方に影響する制度です。完成猶予とは完成を先延ばしにすることです。その間は時効が完成しません。完成の直前でも猶予されれば完成しません。
ただし、進んだ期間はそのまま残ります。更新とは、進んだ期間がゼロに戻ることです。更新の後は、また1から数え直します。猶予は一時停止、更新はリセットと覚えましょう。完成猶予や更新にはいろいろな自由があります。代表は裁判上の請求、つまり訴えです。訴えている間は時効の完成が猶予されます。勝訴の判決が確定すれば時効は更新されます。強制執行なども手続中は猶予されます。手続が終わればこちらも更新されます。承認はその時点で直ちに更新となります。債務者が借金を認めることが承認の例です。催告は6ヶ月間の完成猶予にとどまります。催告についてもう少し補足します。催告とは裁判の外で支払いを求めることです。口頭でも書面でも催告になります。催告をすると6ヶ月間完成が猶予されます。この間に訴えなどを起こす必要があります。訴えを起こせば改めて更新につながります。注意したいのは繰り返しても伸びない点です。催告を重ねても猶予は最初の6ヶ月だけです。続いて時効の援用を学びます。援用とは時効の利益を受けると主張することです。時効が完成してもそれだけでは足りません。当事者が援用して初めて効力が生じます。援用は時効の完成後にするものです。援用がなければ裁判所は時効を認められません。援用できるのは正当な利益を持つ人です。当事者のほか、保証人や物事保証人も含みます。そして効力は起算日まで遡ります。次に時効の放棄を見ていきます。放棄とは時効の利益を受けないとすることです。完成する前にあらかじめ放棄はできません。弱い立場の人が放棄を強いられるのを防ぐためです。一方、完成した後なら放棄はできます。自分の意思で利益を手放すのは自由だからです。ただし、放棄の効果はその人だけに及びます。また、完成を知って承認した場合も注意です。その後は審議の利業、援用できなくなります。ここで今日のクイズです。時効について正しいものはどれでしょう？ A は完成する前でも時効の利益を放棄できるです。B は催告のたびに6ヶ月ずつ猶予されるです。C は善意無過失は占有の開始時で判断するです。少し考えてみてください。正解は C です。善意無過失かは始めた時で判断しました。A は誤りで完成前の放棄はできません。B も誤りで催告の繰り返しでは伸びません。今日のまとめです。時効には取得時効と消滅時効がありました。取得時効は10年か20年で権利を得ました。消滅時効は5年か10年で債権が消えました。完成猶予は先延ばし、更新はゼロからでした。催告の完成猶予は6ヶ月だけでした。時効は援用して初めて使えました。その効力は起算日に遡りました。完成する前の放棄はできませんでした。次回も権利関係を続けます。第18回のテーマは債務不履行と解除です。履行状態や履行不能を学びます。損害賠償や契約の解除も扱います。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。